突然ですが、日本では9月9日に重陽の節句を迎えます。重陽の節句は別名、菊の節句とも呼ばれています。今回はこの菊の花の色にちなんだ蘇我色、常和色をご紹介します。現代の日本ではあまり耳にすることのないこの色銘にはとても雅やかな物語が秘められています。さあ一緒にその物語をたどってまいりましょう。動画の最後には蘇我色と相性の良い配色もご紹介します。どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。皆様こんにちは、シェイズオブ日本です。このチャンネルでは日本の美しい伝統色を一色ずつ取り上げ、ゆっくり丁寧にご紹介しています。重陽の節句を迎えるこの時期にご紹介する伝統色は蘇我色です。この可憐な色合いからは想像できないこの難しい色銘にはどのような意味や文化的背景が秘められているのでしょうか。蘇我色を通してきっとあなたのまだ知らない日本文化の魅力に出会えるはずです。それではこの色の奥深い世界を一緒に探ってまいりましょう。蘇我色はJISの慣用色銘には該当する色銘がありません。しかし蘇我色をはじめ伝統色のカラーコードは多くの書籍やウェブサイトで紹介されています。その中から今回は動画制作の際にいつも参考にさせていただいている書籍の一つ、株式会社視覚デザイン研究所が発行する定本和の色辞典に掲載されている数値をもとにヘックス値を算出し動画に採用させていただきました。この書籍は入手可能な専門家に伝承された技術的な記録をはじめ、中世の法令集や歴史書や文学に現れる色にまつわる資料を整理照合し、同じ色銘ながらも資料ごとに大きく異なるその全ての色合いを参照しながら色のメッセージ性を整理し色表が定められています。掲載されている色銘の数も非常に多いので気になる方はぜひお手に取ってみてください。蘇我色、常和色、わずかにくすんだ黄色、黄色い菊の花のような少しくすんだ落ち着きのある黄色です。なぜこの色が蘇我色と名付けられたのでしょうか。その鍵を握るのは今からおよそ1200年前、平安時代初期に在位した第54代仁明天皇です。仁明天皇がことのほか深く愛したのが黄色い菊の花でした。その知性の元号が常和であったことから黄色い菊の花は常和菊、その色は常和色と呼ばれるようになりました。この常和がなまり時を経て変化し蘇我となり蘇我菊、蘇我色と呼ばれるようになったと言われています。仁明天皇は京都に遷都し平安京を築いた桓武天皇のお孫さんにあたります。810年に生まれ822年に24歳で即位し850年に崩御するまでの在位期間は18年に及びました。この時代9世紀の天皇としては比較的長い在位期間となります。仁明天皇はその元号から常和の帝、また御陵が京都の深草にあることから深草の帝とも呼ばれています。仁明天皇の父嵯峨天皇は空海や橘の早成とともに三筆の一人と称される脳筆家であり、唐の文化にも造詣が深かったように仁明天皇もまた中国の古典に詳しく漢音、東大、長安で話されていた発音や書にも秀でていました。叔父である順那天皇に草書を学び、その筆跡はどちらが順那天皇のものか見分けがつかないほどの腕前であったと伝えられています。また弓射、管弦の演奏、薬学にも明るく非常に多彩で、
屈指の知識人であったとも言われています。さらに宴の場では漢詩に代わって和歌が重んじられるようになったのも仁明天皇の時代からであり、私たちが歴史の教科書でも学ぶ国風文化の邦画が見られるのはまさにこの辺りの時代からになります。そんな多彩な仁明天皇がことのほか深く愛されたのが黄色い菊の花でした。宮中には数多くの木菊が植えられ、天皇ご自身も黄色の衣装を好んで身にまとわれたと伝えられています。その結果、仁明天皇が在位していた昭和の時代にはこの黄色が流行したと言われ、当時の宮廷はさぞ鮮やかな黄色に彩られていたことでしょう。仁明天皇と黄色い菊についての記載がある書物を一つご紹介します。平安後期の科学書和歌の作り方を説いた書物藤原清助著奥義書には次のように記されています。曽我菊とは木菊なり、昭和の帝はよろずのもの、木なる花をめでたまいて、菊も木なるを愛したまいける。されば昭和菊とは木なるを言う。曽我色と切っても切り離せない関係にあるのが9月9日の重陽の節句です。この日は別名菊の節句とも呼ばれ、五節句の中でも最も重要とされていました。五節句とは1月7日人日の節句、別名七草の節句、3月3日上味上司の節句、別名桃の節句、5月5日端午の節句、別名勝負の節句、7月7日七夕七夕の節句、別名笹竹の節句、9月9日重陽の節句、別名菊の節句。この5つを総称して五節句といい、その起源は古代中国に遡ります。古代中国の陰陽思想では奇数を陽数として縁起が良いと考え、特に最大の陽数である9が重なる9月9日を重陽と呼び、大変おめでたい日としました。この日には邪気を払い、長寿や無病息災を願うさまざまな行事が行われてきました。重陽という言葉が登場する最も古い記録は日本書紀で天武天皇の時代685年のことと言われています。この年の9月9日には宮中行事として重陽の節会という重陽の宴が催されました。しかし翌年天武天皇が崩御され、その日が9月9日であったため、この日は期日国忌と規定され、この規定が廃止される791年までは重陽に関する儀式は行われなかったと考えられています。その後平安時代に入ると重陽の節会は恒例行事として再び催されるようになりました。嵯峨天皇の時代には神泉苑で行われ、純那天皇の時代には至神殿で行われるようになったといいます。天皇が至神殿にご出御され、前庭で文人たちが漢詩を作り、人々に菊酒が歌詞され、宴が催されました。なお天皇がご出御されない場合には祇園殿にて菊酒が歌詞されたと伝えられています。菊には寿命を延ばす力がある、邪気を払う力があると信じられており、彼らは菊を眺めながら菊の花びらを浮かべたお酒、菊酒を飲み、厄払いや長寿を祈りました。これは中国の伝説菊慈童に由来します。そのお話の中で、菊に溜まった露が滴り落ちる川の水を飲んだ童子が仙人となり、800年以上も若さを保ったと伝えられています。ちなみにこの伝説は日本の能の世界においても、観世流では菊慈童、他の流派では枕慈童という名の演目にもなっています。また平安貴族の女性たちの間で流行したのが菊の着せ綿という風習です。これは重陽の節句の前日9月8日に菊の花に真綿、絹の綿をかぶせておき、夜露と菊の香りを綿に移すというものです。翌朝そのしっとりとした綿で体や顔を拭うと、菊の薬効により無病や長寿、若返りに良いと信じられていました。清少納言の枕草子や紫式部の源氏物語にもこの風習が登場しており、当時の宮中では大変ポピュラーな行事であったことがうかがえます。第59代宇多天皇の時代には菊合わせという催しも開かれました。以前にご紹介しました伝統食
お見ないしの動画の中でお見ないし合わせという催しがあったことをお話ししましたが、これと似た催しで参加者が二手に分かれて菊を持ち寄り会場に植え、その優劣を競うというものでした。菊には短冊が結びつけられ、そこにはそれぞれの菊に関した内容の和歌が添えられていました。ちなみに前述のお見ないし合わせも宇田天皇の司祭によって開催されました。文学の世界で菊の文字が見られるのは751年に編纂された日本最古の漢詩集「開封草」の中においてです。一方、和歌の中に「菊」という言葉が登場するのは平安時代に入ってからであり、日本最古の歌集である「万葉集」には見られません。万葉集には桃代草という植物が登場しますが、この桃代草が何の植物なのかは明確ではなく諸説あり、その中に菊の衣装の一つではないかという説もあります。かつて野生の小さな菊を桃代草と呼んでいたという説もあります。日本の植物分類学の草分けである牧野富太郎博士は、日本原産のノジギクが中国に渡り長い年月をかけて改良され家菊となったと推定しています。家菊は8世紀中頃下後期に薬用植物として中国から入ってきたと言われています。その後の鎌倉時代、室町時代、宮中では以前のような宴は盛んには行われなくなっていったようですが、重陽の宴はやがて武家社会の方へと広まっていったようです。江戸時代になると重陽の節句は御節句の一つとして幕府の式日に加えられ重要視されるようになり、庶民の間にも広まります。1710年代には一般庶民にも菊栽培が広がり、菊合わせという品評会のようなものも行われ、入賞すると多額の賞金が手に入ったとのことで、また珍しい品種にも高値がついたことから庶民の間で品種改良が行われ、優れた品種が次々と生まれました。この頃には栗ご飯を食べるという風習も生まれ、また九州ではおくんちというお祭りも行われるようになります。桃の節句で飾ったお雛様を重陽の節句に再び飾る後の雛という風習も生まれました。これは高価な雛人形を虫干しして大切に長く使う知恵でもあり、持ち主の不老長寿を願う意味も込められていました。明治以降の皇居においては賓客とともに菊をめでる催し、観菊会というものがありました。これは現代の皇居にて春と秋に開催される園遊会の前身であり、春の園遊会の前身は桜をめでる会で観桜会と呼ばれていました。明治13年から昭和11年まで続き、皇居の御苑で栽培された菊が会場に運び込まれたそうです。その技術の高さには招待客から驚きや称賛の声が上がったと言われ、大正11年に招かれたアインシュタインも菊花の見事さが印象に残ったと述べています。ちなみに新宿御苑では現在でも菊花栽培が受け継がれ、毎年11月に菊花壇展が開催されています。とても残念なことですが、現代ではこの重陽の節句は他の節句に比べて影が薄く忘れられがちな存在となっています。その大きな理由の一つが明治時代に行われた改暦です。それまで使われていた旧暦の9月9日は現在の10月中旬にあたり、まさに菊の花が見頃を迎える時期でした。しかし新暦の9月9日はまだ残暑も厳しく、菊も栗も旬には早すぎる季節です。季節感と合わなくなってしまったことで、この美しい風習は次第に廃れていったと考えられています。今回の配色は平安時代にあった重ねの色目の中から菊にちなんだ秋の色目の配色を2つほどご紹介します。動画制作の際にいつもお世話になっているウェブサイトカラーサンプル .com に重ねの色目のカラーデータが記載されています。重ねの色目に出てくる中期という色のヘックス値と、今回私たちが採用しました蘇我色のヘックス値がかなりの近似値であることから今回採用させていただきました。一つ目の重ねの色目の名は九月菊です。表が白、裏が中期の組み合わせです。白といっても
当時の絹の白は純白ではなく、ほんの少しの橙味や黄身を帯びた白色となっています。いわゆる白練りという伝統色です。菊の黄色と黄ばんだ白によって再度のコントラストをなす配色となります。この2色を使ったグラフィックとファッションのイメージを AI に作成してもらいました。どうぞご覧ください。2つ目の重ねの色目の名は木菊です。表が中期、裏が青、現代でいう緑の組み合わせです。菊の黄色に茎や葉の緑という自然界でよく見られる穏やかで安定した配色です。これら2色を使ったグラフィックとファッションのイメージを引き続きご覧ください。いかがでしたでしょうか。蘇我色というあまり知られていない伝統色から人形天皇の多彩さ、平安時代の宮廷の雅、そして菊にまつわる奥深い文化や歴史までさまざまな物語が紡ぎ出されてきました。現代の9月9日は残念ながら菊の花には少し早い時期ですが、蘇我色と重陽の節句、そして人形天皇をはじめ日本の先人たちの文化的な功績に思いを馳せてみるのはいかがでしょう。また秋が深まり菊の花が咲き誇る季節にはきっとこれまでとは違うより豊かな秋の景色が見えてくることと思います。今回の動画が皆さんの日本文化への理解を深める一助となれば幸いです。このチャンネルではこれからも様々な日本の伝統色をご紹介していきます。もし今日の動画を楽しんでいただけましたら、ぜひいいねやチャンネル登録をお願いいたします。取り上げてほしい伝統色や色にまつわるエピソードがありましたら、ぜひコメントで教えてください。また次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。